こんにちは。今回はビクトール・フランクルの名著夜と霧をご紹介します。この本は第二次世界大戦中のナチスの強制収容所での体験をもとに、極限状況に置かれた人間の精神や生きる意味について深く考察した一冊です。なぜ人は絶望的な状況の中でも希望を持ち、生き続けることができるのか？この問いに対する答えをこの本から見つけることができるかもしれません。第一章フランクルの人生観と強制収容所での体験。夜と霧の著者、ビクトール・フランクルはユダヤ人精神科医であり、第二次世界大戦中にナチスの強制収容所に収容され、そこでの過酷な日々を生き抜きました。収容所という絶望的な環境の中で、彼はなぜ一部の人々は希望を失わず生き続けようとするのかというテーマに強い関心を抱き、それが彼の人生哲学の基盤となりました。フランクルが目の当たりにしたのは、人間の尊厳が徹底的に奪われる状況です。寒さ、絶え間ない恐怖、そして自分自身や家族、仲間の命が奪われる日々の中で、多くの人が心を折られ、希望を失いました。しかし、そうした中でも、一部の人々は、どんなに苦しい状況でも生きる意味を見出し、強い意志で生き続けました。例えば、あなたも日常の中で、ストレスや困難な状況に直面し、もうダメだと感じることがあるかもしれません。しかし、この本を読むことで、そのような感情に対して、新たな視点を持つことができます。フランクルは、どんなに絶望的な状況でも、生きる意味を見つけ出すことで、人は生き延びる力を得ることができると述べています。第2章ロゴセラピーの革新。この本の大きなテーマの一つに、ロゴセラピーがあります。フランクルが提唱した、この心理療法は、人間は生きる意味を見つけることで、困難を乗り越えることができるという考え方に基づいています。現代社会においても、多くの人が生きる意味を見失い、悩んでいるのではないでしょうか？仕事や人間関係のプレッシャー、未来への不安。しかし、フランクルは、たとえ苦しい状況にあっても、自分にとっての意味を見つけ出すことができれば、人は強く生きられると言います。例えば、ある人は家族を支えるため、また別の人は自分の夢を実現するために生きていると感じるでしょう。この意味が見つかることで、日々の困難を乗り越える力となります。フランクルは強制収容所の中で、たとえ小さなことであっても、生きる理由を見つけた人々が、最も厳しい状況でも生き延びたことを目の当たりにしました。私たちも日常生活の中で、時折自分は何のために生きているのだろう、と自問することがあります。夜と霧は、その問いに対して深い洞察を与えてくれる本です。第3章絶望の中での人間の尊厳。収容所での生活は極限状態にあったと言えます。食料は極端に少なく、過酷な労働が続き、常に死と隣り合わせの恐怖が存在していました。しかし、フランクルが記録しているのは、そんな中でも人間の尊厳を守ろうとする意志の存在です。例えば、収容所内で極度の飢餓状態にあっても、誰かのために食べ物を分け与えたり、仲間に優しい言葉をかけたりする行動をする人々がいたということです。これこそが、絶望的な状況でも人間らしさを失わなかった証であり、フランクルが強調している人間の内なる強さです。このエピソードを読むと、私たちの普段の生活にも通じる部分があると感じます。日常生活で困難に直面したとき、どうしても自己中心的になりがちです。しかし、他者を思いやり、支え合うことで、自分自身も救われるということに気づかされます。この本は、苦しみの中でも、人としての尊厳を守ることが、いかに大切かを教えてくれます。第4章未来に向かって生きる力。夜と霧の中で特に印象的なのは、未来に対する希望が人間に生きる力を与えるという考えです。収容所内では明日の保証もなく、多くの人々が絶望の中で生きていましたが、それでも未来に何かを期待することが生存の原動力となったのです。例えば、フランクル自身も自分が愛する家族に再会できるという希望を持ち続けたことで、困難な状況を乗り越えました。私たちも未来に対して何か希望や目標を持つことで、どんなに厳しい状況でも前に進むことができるのです。例えば、受験や仕事での挫折を経験したとき、将来の成功を信じ、目標を持って挑戦し続けることで、失敗を乗り越える力が生まれます。未来に対する期待や希望がある限り、私たちはどんな困難にも立ち向かうことができるのです。この考え方は、日々の生活でも非常に重要な教訓となります。第5章ロゴセラピーの実践。夜と霧の中で最も重要な概念の一つがロゴセラピーです。ロゴセラピーは、フランクルが収容所での経験をもとに発展させた心理療法で、人間は生きる意味を見つけることで、どんな困難にも耐えられるという考えに基づいています。フランクルは、どんな状況でも人は生きる意味を持つことができると主張しています。たとえ絶望的な状況であっても、自分がなぜ生きているのか、その理由を見つけることができれば、人は生き抜く力を得られるのです。この考え方は、現代に生きる私たちにも深く響くものがあります。
例えば、仕事での失敗や人間関係のトラブル、健康問題に直面した時、私たちはしばしばなぜこんなに苦しいのかと感じますが、その時にこの困難を乗り越える意味を見つけられるかどうかが、前に進むための大きな鍵となります。フランクルは収容所で苦しんでいる仲間たちに自分が将来行う講演や執筆する本のために生きなければならないと語り続けました。これこそが彼の生きる意味であり、彼が絶望に押しつぶされずに生き延びる力となったのです。第6章人間の自由意志と責任。フランクルが夜と霧で強調しているもう一つの重要なテーマは自由意志と責任です。彼は人間はどんな環境にあっても最終的には自分の態度や反応を選択する自由があると主張しています。たとえ外的な環境がどれほど過酷であっても、その環境に対する自分の心の持ち方は自分で決められるというのです。例えば、強制収容所のような極限状態であっても、人々の中には他者に優しさを示し、希望を持ち続ける人がいました。彼らは自分たちの尊厳を守り、絶望の中でも人間らしさを失わなかったのです。フランクルはこの姿を見て、人間には常にどう生きるかを選ぶ自由があると確信しました。この考えは私たちの日常生活にも深く関わっています。例えば、私たちは予期せぬトラブルや困難に遭遇することがありますが、その時に自分がどのように対応するかは自分自身が決めることができるのです。環境が厳しくても、私たちは常にどう生きるかを選び続ける自由を持っています。第7章絶望を希望に変える力。フランクルが伝えたもう一つのメッセージは、絶望の中でも希望を持つ力です。収容所での過酷な体験を通じて、フランクルは人間は未来に希望を見出すことで、どんなに困難な状況でも耐え抜くことができると学びました。これはどんな時でも希望を持つことが人間の生きる力を引き出すという非常に重要な教訓です。例えば、病気や失業、失恋といった人生の大きな挫折に直面した時、私たちはしばしば絶望感にとらわれがちです。しかし、そのような時でも自分の未来に何かを期待し、希望を持ち続けることができれば、その困難を乗り越える力が湧いてくるのです。フランクルは未来に対して期待を持つという姿勢が、どれほど人間にとって重要かを実体験をもとに語っています。私たちも日常生活の中で小さな希望でも良いので、自分にとって未来に向かって生きる理由を見つけることが大切です。第8章フランクルから学ぶ自己成長のヒント。夜と霧を読むと、私たちはフランクルが過酷な状況から得た知恵を自分自身の人生にどう生かすかについて深く考えさせられます。彼が収容所で見出した生きる意味や希望を持つ力、そして自由意志と責任は、現代社会に生きる私たちにとっても非常に大切なテーマです。例えば、日々の生活の中で大きなストレスやプレッシャーに押しつぶされそうになることがあったとしても、フランクルの教えを参考にし、どんな状況でも自分が選べることはあるという考え方を持つことで、自分の心の持ち方を変えることができます。また、自分の生きる意味を見つけることで、どんな困難にも立ち向かえる強さを得ることができるのです。夜と霧は、極限状態に置かれた人間が、どのようにして希望を見出し、生きる意味を見つけ、そして生き抜いたのかを描いた、非常に深い洞察に満ちた本です。ビクトール・フランクルの経験と哲学は、現代の私たちにも大きな示唆を与え、自己成長や人生の困難を乗り越えるためのヒントを提供してくれます。視聴者の皆さんも、この本を手に取って自分の生きる意味について考えてみませんか？絶望的な状況の中でも希望を持ち続ける力を、この本から学び取っていただけると思います。下のリンクから購入できますので、ぜひチェックしてみてください。